皆さんこんにちは。投資ってなんだか難しそう。特にカバードコール戦略と聞くとさらに複雑に感じませんか？ご安心ください。このシリーズでは株価上昇、横ばい、下降の3つのシナリオに分け、わかりやすく丁寧に解説します。今回はもし株価が大きく上昇したらどうなるのか、株価上昇パターンを一緒に見ていきましょう。カバードコール戦略をシンプルに表現するなら、運用会社は顧客に運用会社保有株を特定の価格、特定の期間で買う権利を売ることと同時に、運用会社自身が保有株を売る義務を負うことで、取引相手からプレミアムを確実に得る戦略となります。それでは、わかりやすく図を用いて解説します。図の1をご覧ください。運用会社は過去に A 社の株式を平均取得価格700円で取得したと仮定します。次に図の2をご覧ください。現在 A 社の株価は市場価格800円まで上昇しています。この800円が運用会社がこれからオプション取引を行う時点でのオプション取引の基準となる価格です。ここでカバードコール戦略を執行します。図の3をご覧ください。運用会社は保有する A 社の株式に対して顧客に権利行使価格800円のコールオプションを売却します。もし期限内にオプションが買い手に権利行使されれば、この800円という価格で運用会社の株が売却されることになります。この権利行使価格はカバードコール戦略の種類によって様々ですが、カバードコール戦略採用の ETF では、現在の株価とほぼ同じ水準、アットザマネーに設定することが多いです。これは株価が大きく動かなくても高いプレミアム収入を安定的に得ることを目的としています。そして、このオプションを売却した対価として、図の4にあるプレミアムを受け取ります。この例では、1株当たり50円のプレミアムをこの時点で確定収入として確実に手に入れることができます。オプションには残存期間という有効期限がありますね。図の5です。この期間中、オプションの買い手は株価の状況を見て権利を行使するかどうかを決めます。これはアメリカンタイプという種類のオプションの特徴で、満期前でも権利行使される可能性があります。運用会社は買い手が権利行使するかどうか、この期間待つことになります。さあ、満期日を迎えました。図の6を見てください。コールオプション満期時の最終市場価格は900円まで大きく上昇しました。権利行使価格の800円を上回っていますね。この場合、コールオプションの買い手にとっては、市場で900円で買える株を権利行使価格の800円という安い価格で手に入れられるので、もちろん権利を行使します。その結果、運用会社はオプションの売り手として図の7にあるのに保有していた株を約束通り800円で売却する義務を履行し、取引終了しました。では、今回のシナリオで運用会社のトータル利益を計算してみましょう。まず、株の売却による利益は、売却価格800円から平均取得価格700円を引いて、1株当たり100円です。これにオプションを売却した際に受け取ったプレミアム50円が加わります。合計すると1株当たり150円の利益となりますね。ここで重要なポイントがあります。図の赤い×印にご注目ください。市場価格が900円まで上昇したにもかかわらず、運用会社は権利行使価格の800円でしか売却できませんでしたね。800円を超える株価の上昇分は獲得することができません。これがカバードコール戦略における利益の限定という重要な特徴です。特にアットザマネー方式でオプションを売却する場合、市場価格と同程度の権利行使価格で株を売却する義務を負うため、急激な株価上昇時には、保有している株の売却益がその上昇についていきづらい性質があるんです。もし、オプションを売却していなければ、900円で売ってより大きな利益を得られた可能性がありますが、その代わりとして、
プレミアム50円を事前に確実に受け取っているということになります。カバードコール戦略は、アットザマネーでオプションを売却する場合、株価の大きな値上がり益を追求するのではなく、高いプレミアム収入を安定的に獲得することに重点を置いているため、大きな上昇によるさらなる利益を放棄する代わりに、プレミアムという安定した収入を得ることを目指す戦略なんです。いかがでしたでしょうか。今回はカバードコール戦略における株価上昇時の動きを解説しました。重要なポイントは、株価が大きく上がった場合でも、得られる利益が事前に設定した権利行使価格で限定されるという点でしたね。これはオプションの買い手が権利を行使したことで、運用会社が株をその価格で売却する義務を履行したからです。その一方で、事前にプレミアムという収入をしっかり確保していました。カバードコール戦略は、大きな上昇によるさらなる利益を放棄する代わりに、プレミアムという安定した収入を得ることを目指す戦略なんです。カバードコール戦略の株価上昇時のシナリオを解説しました。ぜひ、このシナリオ動画を繰り返しご覧になり、このカバードコール戦略への理解をさらに深めていってください。そして今回の解説はシンプル化したシナリオでしたが、グローバル X ナスダック100カバードコール ETF 証券コード2865 S&P500 カバードコール ETF 証券コード2868のような実際の ETF 運用では、非常に高度で複雑な戦略を専門の運用会社が行っています。私たちが ETF の資産運用を安心して任せられるのは、運用会社の皆様が日々資産運用に尽力されているおかげです。そのご尽力に心より感謝申し上げます。ETF のより詳しい情報は動画の概要欄にございますグローバル X の公式サイトをご覧ください。グローバル X の公式サイトでは、これら ETF の過去の分配金実績や基準価格、運用管理費用、運用資産残高、月次レポート、組入れ銘柄情報などの最新情報も確認できます。正確で信頼性の高い情報に基づいて、皆様ご自身の投資判断を深めるためにも、ぜひご活用ください。次回予告。次回は株価が横ばいで推移した場合に、この戦略がどう機能するのかを詳しく見ていきます。今回の動画はいかがでしたか？カバードコール戦略についてご理解を深めていただけたなら幸いです。ぜひ高評価、チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。コメント欄にてご感想もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。